こんにちは、まいです。今回は今年の夏はこれで乗り越える夏アイテム8選をお伝えします。日差しの強さや汗ばむ陽気に少しずつ夏の気配を感じる季節になりました。実は私、とても暑がりで汗っかき。おまけにすぐ日焼けしてしまうタイプです。今日はそんな私が今年の夏の暮らしのお供に選んだ頼れる推しアイテムたちを厳選してご紹介します。皆さんの夏の準備のヒントになれば嬉しいです。それでは行ってみましょう。一つ目はコンチワの記憶形状日傘です。この日傘、別名5秒で畳める日傘と呼ばれているのですが、なんといっても素晴らしいのがワンタッチ自動開閉機能です。バスや車の乗り降りや子供と手をつないでいて片手が塞がっている時、そんな時の救世主になってくれたのがこの折りたたみ傘です。そして名前の通り特殊な熱加工で生地にしっかり折り目がついている記憶形状なので、傘を閉じた後に左右にパサパサっと振るだけで割と綺麗にまとまってくれます。ただ5秒で完璧に綺麗に畳めるという過度な期待は禁物です。綺麗にしまいたいと思ったら、まとめる前に手でささっと整えてあげる必要はあります。今まで畳んだらポキポキ折って丁寧に整えてという工程が必要だった折りたたみ傘と格闘していたことを思えば、この程度の手間は十分許容範囲です。もちろん日傘としての機能も優秀で UV カット率 100%、 完全遮光の生地が使われています。あと、いろんな記憶形状の折りたたみ傘がある中でこの商品を選んだのは、留め具がマジックテープではなくスナップボタンなところでした。マジックテープにありがちなお気に入りの衣類が引っ張られてしまったり、ほつれを気にしたりするあの小さな悲劇を味わわずに済みます。ちなみに私は夏の間カバンに入れて常に持ち歩きたいので、約 220g の軽量タイプを選んだのですが、その分風が強い日は高確率で傘がバンと裏返ります。一瞬風に立ち向かうコメディ映画の主人公のような状態になりますが、すぐに元に戻るので私としてはまあいっかと許容範囲として愛用しています。そして折りたたみ傘の話が出たついでにご紹介したいアイテムがカインズの吸水マイクロファイバー付き折りたたみ傘ポーチです。私が選んだのは全長26センチの傘が取っ手まですっぽり収まる29センチサイズで、お値段は498円ととても手に取りやすいアイテムです。雨の日の通勤やお出かけの際、何度も傘を開いたり閉じたりしていると、どうしても手が濡れてしまったり、開き直すたびにびちょびちょになってしまうのが気になってしまい、パソコンを持ち歩くことも多いので、バッグの中が湿ってしまうのがずっと悩みの種でした。でもこのポーチは内側が吸水マイクロファイバーになっているので、濡れたままの傘を入れるだけで水気を吸い取ってくれます。帰ってきたら折りたたみ傘は玄関に干し、傘ポーチは3辺のファスナーをフルオープンにしてペタンと広げて乾かしています。
洗濯機で丸洗いもできるので、いつでも清潔に気負わずお手入れができる頼もしい相棒です。2つ目にご紹介するのは WPC の UV カット接触冷感アームカバーです。去年から愛用していたものがあったのですが、春のピクニックでつけていた時に指の部分が思いっきりほつれ無残な姿に。そこで新しく購入したのがこちらのアームカバーです。これ見た瞬間に可愛いとなって即決でした。アームカバーというとどうしても日焼け対策感が強く出るものも多いのですが、これはバイカラーの配色でコーデの中でちらっと見えてもちゃんとおしゃれ感があります。私はブラウンを選んだのですが、普段着ている暖色系の服とも合わせやすくてかなり使いやすいです。UV カット率は 98% で接触冷感素材なので、触れた瞬間ひんやりして気持ちいいです。肌触りも滑らかで、長時間つけていてもストレスが少ないです。洗濯機 OK なのもありがたいポイントで、私は自己責任で乾燥機までかけていますが、今のところ問題なく使えています。ただ、一つ気になる点としては、二の腕部分にアジャスターがないので、動いているとたまに落ちてくることがあります。とはいえ、見た目の可愛さと実用性のバランスがかなり良くて、購入してからほぼ毎日使っている手放せない推しアイテムです。3つ目にご紹介するのはフィーのスパグロー UV トーンアップベースです。私が愛用しているのは乾燥肌向けの02リッチグロー。もともとファンデーションを塗ると顔が痒くなってしまうことがあって、普段下地はパウダーだけで過ごしています。でも夏はしっかり紫外線対策もしたいし、年齢とともに肌悩みも増えてきて、少しでも綺麗に見せたいと思っていた時に出会ったのがこの下地でした。初めて使った時は肌にのせた瞬間に顔色がパッと明るくなって感動しました。ピンクベージュの色味が自然な血色感をプラスしてくれて、内側から発光するようなツヤ感がとても綺麗です。ファンデーションなしでもこの下地とパウダーだけで十分満足できる仕上がりで、最近肌の調子がいいかもと気分まで上がります。さらに SPF50 プラス PA4 プラスで紫外線対策もバッチリ。これだけの機能がありながら価格は2310円と手に取りやすく、個人的にはかなりコスパの良いアイテムだと感じています。私のようにファンデーションが苦手な方や自然なトーンアップ、ツヤ肌メイクが好きな方はぜひチェックしてみてください。4つ目にご紹介するのはニベア UV ウォータージェルです。日焼け止め効果は SPF50 PA3 プラス。これはとにかく使いやすくて長年浮気せずに使い続けている殿堂入りの日焼け止めです。お気に入りの理由は大きく2つ。1つ目は圧倒的な塗り心地の良さです。日焼け止め特有のキシキシ感や肌を覆われるような圧迫感が全くなく、とっても軽い使い心地。
塗ったことを忘れてしまうくらいさらっとしているので、夏だけでなく一年中使っています。また私は日焼け止めの香りが少し苦手なのですが、こちらは無香料タイプ。さらに夏場に気になる洋服への白浮きも私が使っている限りでは一度もありませんでした。そしてもう一つのお気に入りポイントがこのポンプ式。日焼け止めって蓋を開けて出してまた閉めてという小さな手間が意外と面倒だったりします。しかしポンプ式だとワンプッシュで適量が出るのでとても楽なんです。朝の慌ただしい時間でもさらっと使えるところが気に入っています。ただこちらはウォータープルーフではないので、汗をかく日や長時間の外出時はこまめな塗り直しがおすすめです。ちなみに夫が外出時に持ち歩いているのはニベア UV ウォータージェル EX です。この2つの大きな違いは UV カット効果と耐水性です。ウォータージェル EX は SPF50+、PA4+でさらにウォータープルーフ仕様。レジャーやスポーツ、たくさん汗をかく日には EX の方が安心感があります。塗り心地はどちらも軽やかですが、あえて言うとしたら EX の方がほんの少しだけしっとりした密着感を感じます。そして不思議なことに EX の 80g チューブタイプにはフローラルアロマの香りがありますが、 270g のポンプタイプは無香料です。通勤やお買い物などの日常使いならこちらのウォータージェルでも十分使いやすいと感じていますが、 EX の日焼け止めは出先で塗り直したい時に夫からたまに借りて使わせてもらっています。5つ目はカドーのハンディファンストリームミニです。大きな扇風機は収納スペースを取ってしまうのでできるだけ増やしたくない。でも夏場のお風呂上がりの洗面所は空気がまとわりつくように暑くて汗がなかなか引きません。そんな理由から家の中でも外出先でも使えるハンディファンを使用しています。このストリームミニはまずデザインがとても好み。シンプルな見た目ですが細かな部分まで丁寧に作られていてどこか上質さを感じます。そして私が一番便利だと思っているのがヘッドの角度を自由に調整できるところ。洗面所でお風呂上がりに使う時もデスクで作業する時も風を当てたい場所にぴったり向けることができます。さらにコンパクトに畳めるので収納もしやすく、使わない時も場所を取りません。手のひらに収まるサイズ感で重さはわずか 164g。 とても軽いのに風量は想像以上にパワフルです。風速は4段階で調整でき、暑い日でもしっかり涼しさを感じられます。充電はタイプ C で PD 充電にも対応。短時間で充電できるので使いたい時にすぐ使えるのも嬉しいポイントです。唯一気になる点を挙げるとすると、ファン部分を分解して掃除することはできません。ただ私はしばらく使っていますが、今のところホコリや汚れが気になることもなく快適に使えています。コンパクトさ、デザイン性、使い勝手のバランスがとても良くて手放せないお気に入りのアイテムです。6つ目にご紹介するのはつば広 UV ハットです。これまで紫外線対策といえば私は日傘一択でした。ただ子供と公園で遊ぶ時間や園の行事など両手を空けておきたい部分が増えてきたため、
去年から帽子も取り入れるようになりました。そんな中で今年の春先にコスパ重視で購入したこのつば広ハットが思いのほか大当たり。顔周りはもちろん首周りまでしっかりカバーしてくれるので、日差しの強い日でも安心感があります。裏地にはアスファルトからの照り返しを軽減してくれる特殊なゴムコーティングが施されていて、シャカシャカした素材になっています。そしてとにかく軽い。くるくるとまとめるとコンパクトになるので、夏場はバッグに入れて持ち歩いています。つば広帽子は視界が遮られやすいイメージがあったのですが、これは縁にワイヤーが入っていて、つばの形を自由に調整できます。顔周りだけ少し折り返したり、その時の状況に合わせて形を変えられるので、帽子特有の前が見えにくい感じがかなり軽減されていて快適です。また、風がある日は飛ばされやすいのですが、顎紐のおかげで飛ばされずに済んでいます。春先にとりあえず試してみようと思って購入したものだったのですが、予想以上に良くて今ではすっかり愛用品です。ここからは暑い日でも美味しく食べられるお気に入りの食べ物をご紹介します。まずご紹介するのは最近すっかりハマっているもずくキムチ冷麺です。中でもおすすめの冷麺が戸田急盛岡冷麺。スーパーでも比較的手に入りやすく、一人ランチでの登場率が一番高いメニューです。麺は沸騰したお湯で茹でるだけなのですが、私は少し柔らかめの食感が好きなので2分ほど茹でています。付属の辛みのタレも入っていますが、思ったより辛いので入れる量は注意です。あとは好きな具材をトッピングして最後にもずくキムチをたっぷりのせれば完成です。この冷麺ともずくキムチの組み合わせが本当に美味しいんです。麺はしっかりコシがありながらつるつるもちもち。スープは程よい酸味があって暑い日でもスルスルと食べられます。そこにもずくキムチを絡めると酸味の中に甘辛さと旨味が加わって一気に満足感のある一杯に。食欲が落ちがちな真夏でもこれならあっという間に食べきってしまいます。そのまま食べるのはもちろん、長芋やアボカドなどと和えても美味しいので、見かけたらぜひ試してみてください。最後は夏になると無性に食べたくなる冷や汁です。特にさっと食事を済ませたい時によく食べているのが無印良品のご飯にかける宮崎風冷や汁です。作り方はとっても簡単で、温かいご飯をさっと冷水で洗って器に盛り付け、冷蔵庫で冷やしておいた冷や汁をかけるだけ。もう少ししっかり食べたい時はお豆腐を加えたり、みょうがや大葉をたっぷりのせたり、薬味の香りと冷たい出汁がよくあって夏らしいさっぱりとした一杯になります。食欲が落ちがちな時期でもスルスルと食べられるので、私のお昼ご飯によくこれも登場します。
実は毎回無印良品の売り場で見かける冷やし茶漬けシリーズも気になっています。今度こそ別の味を試そうと思いながら売り場へ向かうのですが、気づけばいつもこの冷や汁をカゴに入れてしまいます。そのくらい私の夏の定番になっているお気に入りです。はい、以上が今年の夏はこれで乗り越える夏アイテム8選でした。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントをいただけると嬉しいです。あと、ボイシーでラジオ配信もやっています。ラジオではミニマリズムや日頃の気づきなどについてゆるっと話しています。概要欄にリンクがありますので、ぜひ聞いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。うさぎさんいたの。それ。考えてくる？なんだ。スイカ。スイカ。これ食べていい？いいのよ。1個ちょうだい。